今日はありがとうございます。お呼びいただいて光栄です。ありがとうございます。こちらこそ。今日はどうぞ自己紹介から。はい、尾形愛子と言います。バイオリンをもう小さい時からやっているんですけれども、今ベルリンから100キロ上北の方に行ったプレンツラウというちっちゃい町があるんですけど、そこのオーケストラでプロイセン室内弦楽室内オーケストラ、日本に訳すとそういう言葉になるんだけど、そこでもう何年だろうな、もう20年近く、そろそろ20年になるんですけれども、そこでコンサートマスターという仕事をやらせていただいて、で今子供2人でずっと生活していますドイツに。ありがとうございます。愛子さんバイオリンをなんか始めたきっかけっていうか、何歳ぐらいからやってたんですか？バイオリンはですね3歳から始めたんですけれども、もちろん3歳の時の記憶ってねそんなにないんだけれども、ある年になって7歳とか8歳とかなった時にほらやめたくなる時期とかあるじゃない、そのずっと練習もしなきゃいけないから、それでねバイオリンなんでやってるのって親に聞いたら、いやあなたが始めたいって言ったのよって、もうこれはずっと言われてて、それで私はもちろんその場面覚えてないんですけれど、母とかあとおじいちゃんおばあちゃんとかがなんか熊本出身なんですけどね、でそこの街歩いてた時にショーウィンドウに楽器があって、でその3歳とか多分2歳半ぐらいの時にこれやりたいって言ったらしいんですね。でそれが本当なのかどうかわからないんですけどそう言われて、だからあなたがやりたいって言ったのよといつも言われて、うちの家族は音楽家ではないので、初めて音楽にそこで、うちの家族もそこでなんていうかな、触れ合う機会になったっていう感じですね。じゃあその3歳でやりたいって言って、でそのお母さんとかお父さんが先生を見つけてきて、そうなんです。でうちの父がお友達のお姉様がバイオリンの先生をやってらっしゃって、才能教育っていう鈴木メソードの先生すごいしっかりやってらっしゃって、でその方と紹介していただいてね、でそれでもう3歳からその先生、女の先生なんですけどね、習ってました。でそれで順調にバイオリンはやっていって、ですね、バイオリン高校とかは普通の高校、高校からね東京の音楽高校に入学して、高校からあんまりそうねはっきり言ったらもう勉強の成績がひどかったから始めてそこしかないみたいな感じで、音楽の方にだったら勉強そこまでね、なんていうの、普通に数学とかでそんないいねっていう感じでそこに行かせてもらいました。それはでも愛子さんが行きたいって言って、それとも先生が勧めて？そうですね、もうやっぱり自分が行きたいって言ってたのもあるし、私3番目なんですね。3人兄弟、3人姉妹の一番下なんですけど、でうちの家族は別に音楽のこととか音楽家とかの全然もう知らない世界だったんだけど、だから一番長女とかはやっぱり割となんていうの、ちゃんとした将来性のあるというかしっかりした職業にとか危なくない道を行きなさいみたいな感じだったんだけど、私も3番目だったから、もう3番目は好きなこともうどうでもいいみたいな感じで、好きなことやりなさいっていうのもあって、親のもちろんね意見もあったんだけど、あなたがやりたいならいいよっていうことで。でも結構15歳から一人暮らし。そうですね、寮に入ってましたね。高校の寮に入れて3年間で実家から離れて、住んでました。でその頃はやっぱり将来何になりたいとかって思ってた？そうね、私は割ともうちっちゃい時から割ともう音楽家にはなりたいなとは思っていたので、そこはね割ともう幼少の時から思ってましたね。バイオリニストにはなると思って生きてたというか、そういう感じですね。でなんかバイオリニストになるっていう思っていて、選択としてはオーケストラに入るか、例えばソリストとしてとかっていうのもあるじゃないですか。そうですね。まずやっぱり若い時というのは
もちろんあんまりそこまで具体的には考えてない。うんというか若い時、バイオリンとにかく習うと大体こうもちろんね学校のオーケストラの授業もあるし、ちっちゃい時からそのユースオーケストラみたいなのにも入ってて、もそれはすごくもう楽しかったのも大好きだったんだけど、オーケストラやるのも楽しかった。でもピアノもそうだと思うんですけど、習うほらレパートリーは全部ソロの曲じゃない？例えばね、コンチェルトとか、メンデルスゾーンのコンチェルトとか、パガニーニとかね、もうそれはソロの曲を勉強していくから、多分ね、皆さんやってらっしゃる方、そうね、皆さん多分最初は多分みんなソリストになりたいと思って向かう道なんだと思うんですよね。最初から例えばなんか室内楽っていう方もいらっしゃるけどね、そうそう、まずはそうね、ソロの曲を練習してるし、それを弾く場面が欲しいっていうかね、弾きたいっていうね、その音楽をやりたいっていう、気持ちがあって、でもあんまりやっぱり具体的にはなく、ただなんか大好きな音楽を続けていきたいなっていう気持ちですね。じゃあ、高校まで同じ先生に習って、ですね、いろいろ先生は変わって、そうですね、最初はもう本当にちっちゃい時から小野先生ずっと習ってて、でその途中からその高校の教授の先生にこう東京の受験前にね、そう月に行ったり、熊本から通って、熊本から通って、で月に1とかね、その通って行ったりして、で高校の3年間はもうずっとその先生についてましたね。でその後は日本で勉強でその後ね、高校3年生の時にその夏かな、高校3年の夏に夏期講習っていうのを霧島音楽祭っていうのを受けた時にね、その時にウィーンから教授が来てて、すっごい厳しい先生なんだけどでもそのレッスンが私ものすごいもうこの人しかいないと思い込んでというか、その時はもう絶対この人の下で勉強したいと思って、でその年の秋にうちの父がちょっと急死しちゃったんですよ。まだ若かったんだけどね。でもちろんそうなった時に経済の問題もあるし、いろんなとにかく突然のことだったからどうしようっていうことになったんだけど、うちの母がねその時にやっぱり行きたいんだったらね、もう出してあげるし応援もするから、もう大学行くどこの国で行ってもね、出たいんだったら今出なさいっていうことをちょっと背中を押してくれて、それでじゃあ大学からウィーンに、もうそうなんですよ。高校卒業してその年3月で卒業して、もう4月にとにかくウィーンに行こうと思って、何もあまり用意せずにとにかく来ましたね。だからそれがヨーロッパの最初の来た年ですね。それでもウィーンだとまたドイツ語じゃないですか。そうなんです。ただすごく問題なのは、ドイツ語、もちろんドイツ語を習わなきゃいけない。私東京で2ヶ月ぐらい何かドイツ語を学んでたんだけども、全然もうなんていうか、わかります使えないというかね、書く練習とかはそうで、本当にもうダンケとビッテとチュースぐらいしか言えなかったんだけど、ウィーンに来たんだけど、それは本当にもう最初の1年間はもう泣いてばっかりの年だったんだけど、言葉が難しいって全然わからないっていうのもあるんだけど、ウィーンってほらウィーン方言、オーストリア語、もう全然発音とかもう全然言葉が違う、ドイツ語だけどね。なんか東北弁に今はすごい好きなんですけどね。で一応そのドイツ語学校に行くんだけど、ドイツ語学校では一応そのホフドイツの標準語を習うんだけど、いくら勉強してもその路上とかなんか修理に来たおじさんとかが喋る言葉がもう何も分からないから、だから最初ものすごい私多分もう語学の才能がもうないからもう絶対もうないんだなってずっと本当に思い込んでましたね。だからもう貝のように口がそんな時期があった。そうよ、何にも喋らなかった。それででも何年か経つうちにそうですね、分かるようになってきて。そうですね。だからそれが私で一番いまだにうわーってびっくりしてるのは、4年ウィーンに行って、でその後ベルリンに行こうと思って、
ベルリンに電車で来たんですね、ウィーンから。そしたら、何時間ぐらいかかったかな、9時間、10時間かかるんですけどね、電車でね。で、北に向かえば向かうほど言葉がだんだん聞こえるようになってくるの。それで半日の間に何が起こったんだろうと思ったら、今まで言ったその方言で分からなかったんだ。で、ドイツだとハノーファーが一番いい標準語って言うでしょ。で、その辺もう通ったらもうかなり完璧に分かって。で、ベルリンはちょっとね、また方言ありますよね。で、ベルリンの方はすごく早いしね。なんだけど、でもドイツに来た方が全然言葉が分かるっていう、そこでそういう経験しましたね。すごい。でもなんかいろいろ苦労していてもなんかでもやめなかったわけじゃないですか。だからそれをなんかやめずに続けられたなんかそういう瞬間とか、私はもう絶対にやめないっていうか、そうですね、やめるという選択、音楽をやめるという選択はもともとなかったんだけど、例えばもう嫌だから帰ろうとかっていうことも多分あったと思うんですね。今結構もう今になったらあんまり覚えてないこともあるけど、でもそれでもほら一旦出てきちゃってるから、帰るっていうね、例えば卒業するまでとかね、っていう選択はあんまりなかったっていうのもありますよね。家族の人とかもさ、嫌だったら帰っておいでっていうような家族では割となくて、もう行ったんだったらちゃんとやりなさいっていう感じだったからね。でもね、今思えばね、だってその当時私来たの93年にまずウィーンに来てね。でベルリン98年で、あんまりほら昔はこうだったとか言いたくないんだけど、でも実際まだその当時電話とかもお隣さんと分けて使うような電話だったりとか、もちろんインターネットなんかもう全然ない時代でしょ。でもちろん携帯もないし、電話かけてももうすごい高いお金がするからほとんどかけられて、手紙ですよね、書いたり、あとだから日本語のテレビなんかもほら見る、もう今だったらね、なんかビデオとかビデオ屋さんとかありますね。ビデオ屋さんとかもあったし、みんな録画して持って帰るとかっていうお友達もいたんだけど、当時そうでしたよ。とにかく来た時はでももうそんなの本もないしね、見ることもないから、もうとにかく別世界ですよね。だからでも最初はそんなものかなっていう感じはしますね。ですね。でベルリンでまた何年か勉強されて、そうですね。でベルリンに来て、本当もうだから先生、ついた先生にも本当に恵まれて、もうベルリンでもすごくもう素敵な先生だったんだけど、でもベルリンに来た時の方がやっぱりウィーンっていう街は本当すごく素敵なところなんですけどね、もう古くて、もうモーツァルトとかベートーベンとかの跡が見える街、本当にその辺にも歩いてるんじゃないかなと思えるようなところがいっぱいあって素敵なんだけれども、やっぱりものすごく保守的だったから、でやっぱその当時も、日本からの留学生もいらっしゃったけど、そこまでやっぱり外国の方もいなかったっていう時代だったから、割と社会的になんていうかな、割と外に追いやられたっていう感じの感じるところもあったんだけど、でもそうですね、98年ベルリン来た時はもうベルリンってやっぱりいろんな壁の、ね、歴史もあるし、いろんな街自体に歴史がいっぱいあるけれども、割と日本人とか何人とかあんまりね気にしない、あんまり気にせず、なんか人間っていうふうに見てくれたっていうのがものすごい私嬉しかったんですよ。わかります。なんか初めて日本人っていうか人間として見て受け入れてくれたなっていう、それはすごく嬉しかったね、思い出ですね。でベルリンで勉強されて、その後、卒業して、そうですね、卒業、まずディプロムの卒業で、その後コンチェットエグザメンやりながら、もう仕事もしながらっていうか、最初はデトモルトっていうところのまた小さい劇場なんだけどね、そこで
第2のコンサートマスターの席で期間契約だったんだけど、うんうんまあ10ヶ月ぐらいそこに行って、でその後フレンツブルク、まあ結構いろんなとこに転々としてるんだけど、北の方に行って、それでそこでも2年ぐらい働いてましたね。でそれで今結婚した主人と会って、チェリストなんですけどね。で一緒にまあその彼がプレンツラウに席が取れて、オーディションで受かってね。でそれをなんかそれを機会にこっちにプレンツラウの方に一緒に来て、じゃあ今がそこのオーケストラが今一番長く働いてる。そうですね、そうですね、よく考えると、今いるオーケストラが小さい編成だから12人の弦楽アンサンブルなので、一番小さいグループ、一番小さいオーケストラと言っても過言じゃないかと思うんですよね。ドイツの中でね。一番長くなりましたね。なんかね、ほら、ドイツで勉強していて、でまた職業としてそれで働くのって、なんかこう勉強してる期間といざお金をいただいて働いてるっていうなんか能力のなんかそうね、あります。それはものすごいありますよね。バイオリンをうまく練習するっていうのはもちろん基本的に。そうですね。もうそれは本当に全然違うことで、一番やっぱり働いて、オーケストラという中で仕事して一番本当につくづく思うのは、なんでしょうね。なんかもちろんいい演奏をすることもちろん大事なんだけど、そういうこと以上にもう人間性ですね。人間性と人間関係と、あと何があってもういつもこうニコニコしてるというか、そうですね。あまり怒らず、とにかくやっぱオーケストラって人との仕事だから、みんなで音楽やってるんだけど、オーケストラの中はやっぱりいろいろありますからね。やっぱ人数も多ければ多くなるほどね、いろんなことあるんですけれども、でもやっぱりそうですね、人間関係で皆さんととにかく問題があっても解決してなんか仲良くやるって、自分をねその状態にしておくっていうのが今になっても一番それが本当に大事だなと思います。本当につくづく。あとオーケストラでね、言ってみればなんかリーダー的な存在っていう感じですか？それとも結構みんな平等って感じなんですか？そうですね。やっぱりドイツだからもちろんそのヒラヒーみたいなのもあるけれども、基本的には平等ですね。なんていうかな、1対1、目線は一緒。ただその仕事のリハーサルとかでね、例えば指揮者がいない時もよくあるんですけど、その時にやっぱりそのリハーサルを動かしていくとか、あと何でしょうね、ここフォルテにしましょうとか、ダウンボーにしましょう、そういうことは指示というかやっていきますけど、でもそうですね、割とドイツの中のやっぱりそこいいとこかもしれないけど、皆さんが言う権利を持ってるっていうのは、いいところだと思いますね。確かに。はい。で、例えばね、今若い世代の方で、バイオリンやってるけどね、将来結構芸術、特にね芸術って難しいじゃないですか。なんか食べていくっていうか。でその人たちにちょっとね、具体的なねアドバイスじゃないけど、道をねなんかもし話せたらと思うんですけど、大体オーケストラに入るためにはまずそのインビテーション、そうですね。まずオーケストラに入りたいなと思ったりとか、仕事したいなと思ったら、まずそういう雑誌があるんですね。ダスオーケストラっていう雑誌があるんですけど、それも皆さんもうみんなが知ってる雑誌で、その後ろの方のページは募集広告みたいになってるんですね。例えばどこどこのオーケストラが今ファーストバイオリンのトゥッティを募集してますとか、結構ねあるんですよ。だってドイツも今ねちょっと本当に財政が苦しくなってるから、なんか少なくなってるといえども、でもやっぱり結構たくさんオーケストラあるのでね。でそこを見て、多分今はもう私たちの時はお手紙というか手で書いて、今多分デジタルで送って用紙を送って、自分のあれですよね、履歴書と、どこで何をしたとかさ、そういうのを
送ってレベンスラーをそうそう。で、それを送ったら、アインラードングね、その、招待状が来る。で、まあ、その招待状がいただけないとそこにも行けないというシステムだから、ドイツはね。だからある程度、やっぱり、そうですね、そこでも振り分けがあるんですよね。だって今、大体その招待状をもらう確率ってなんか、まあオーケストラによってね、そのアンメルドゥングによってアンメルドゥングねによっても違うけど、結構もらえないです。そこがまず第一関門ですよね。そう、それ関門ですね。で、やっぱりそうね。どこ見るんですか？いや、やっぱりレーベンスラーオフですよね。どこで経験とかですか？どこで勉強して、どの先生ってのももちろん大事なんだけど、ある程度やっぱオーケストラの人たちっていうのは、どこのオーケストラで今現在弾いてるのかっていうのを見られるから、まあもちろん卒業してすぐの人とかは難しいんですけど、いやだから多分私たちの時代は今も多分そうだと思うけど、卒業する前から少しいろんなところでプラクティカントしたりとかね、どこのオーケストラのアカデミーの、まあそれもオーディションだったけど、そっちのオーディションの方がまだもらえる確率が多いからね、まずそういうところでちょっと研鑽を積んで、でそういう経験があればちゃんとしたそういうしてね、席のね応募の時にも、まあ、読んでいただける確率がちょっと高くなりますよね。でもやっぱり大きいオーケストラとか、まあ、そういう席になるともう本当何百通ってくるので、そこからやっぱりね第一次予選というかに選ばれそうね十何人とかそのぐらいだからね来てねアインラードもらえるのがね。だからまあシステム的にはそうなんですね。でそれで一次予選があってでそこでまあ4、5人ぐらいに第二次予選ね。それで第2次が終わって第3次で第3次はもうオーケストラシュテレっていうんだけどそういうオーケストラの曲の部分だけねちょっと弾いてくださいっていうのがまあ4、5曲あってで皆さんオーケストラメンバーが聴いてらっしゃるからだからなんかこうそれはもうみんなの前で、みんなの前でねもう基本的にも皆さんオーケストラの人たちがいるところでのオーディションだからね。だからそうなってくるともちろんほら例えば学業の時はスチューディウムの時ね勉強してる時は、まあ、それこそほらメンデルソーンとかベートーベンとかショパンのコンチェルトでピアノの方だったら弾いて、でまあほら早く弾くのがすごいとかさ大きい音がすごいとか、まあ、そういうなんていうのかななんかもうちょっとこう自由に弾きなさいとかって言われるんだけど実際でもオーケストラのオーディションっていうのはやっぱりみんなで弾いていい音を出すのが目的だから、あんまりすごいこうそうですよね。一人私の音楽はこうだとかって素晴らしいけれどもいやいやちょっと多分合わないだろうっていうところも見られるんですよ。まあうまくてもそういう性格的なっていうかスタイルみたいな。多分ソリストだよねっていう人はやっぱりね落ちちゃったりするわけです。そうなんですね。ただねテーマにさっきの戻ると、若い人に何を言いたいかって私の立場から言うと、あまり将来のことは考えないで今やりたいことをやってもらいたい。私も若い時学生やってた時別に将来がこうなるからとか1秒も考えたことない。もうその時に好きな音楽もとにかく音楽とか芸術とかね絵を描かれる方とか写真の方とかお料理の方とかも好きな自分が今やって一番楽しいこととにかくそこに突き進むと極めるっていうかその後の道はどうにかね出てくるから、そんなに心配もしなくていいし、今を生きるみたいな。そうですね、今のだから自分の持ってる力と自分が今できることね。で今一番やっててワクワクするとかこれやると楽しいなと思うことにとにかくフォーカス合わせてだって今もうどんどん政治も変わってるしもう状況なんてもうほんと毎日変わってるからもう来年どういう職業があるのか例えば10年後に同じもしかして10年後オーケストラももう本当に半分ぐらいになってる可能性もあるしあと突然もしかしたらなんか音楽がすごい流行ってかもわからないしね生徒さんが急にもうねとかかもわからないそれはねわからない誰もねだから若い人は特にそこに力を注いでほしいと思います。
ますね。そうですね。で、本当辛いこともね、本当に大変なこともいっぱいあるし、多分今の時代は私たちが来た時以上に多分ね、今本当にデジタル化もあるし、インターネットもあるし、もう情報がとにかくあるから、そういう意味でも難しい時代だとは思うし、でも今でも苦労というかね、なんか本当に大変だなとか、言葉とか文化の違いとか、人とのトラブルとかあっても、本当に10年後、20年後、それが結構糧になってるというかね、確かにね。経験としてね、なってて、そこからまた生み出すもの、その原動力になるからね。だから、それは苦労とかは、もうなるべく自分から率先してやっていただいてっていう、思いますね。なんか多分愛子さんね、もう大学からこちらに来てるから、もしかして経験がね、終わりかどうかわかんないんですけど、日本でやっぱりこうオーケストラで働いてね、いろんなオーケストラありますよね。なんかそのドイツでそのオーケストラのね、団員として働くのとなんか違いとかってあるんですか？どうなんでしょうね。私あんまりそうなんですよね。日本でもあんまり少しちょっと単発で仕事はしたことあるんですけど、そうですね。ただどうなんでしょうね。日本のオーケストラはやっぱり皆さんすごく揃ってらっしゃいますよね。弓とかなんだろう、そうね。意見を皆さん揃えてらっしゃるっていうか。多分日本のそれは国民性なのかもわからないけど、こうそんなに外から見ててね、すごくなんか合ってるなっていうのは感じますね。でドイツの場合は割とほらさっきも言ったように皆さんほら論破が好きじゃないドイツの人ってだからね、一つのことでも例えばなぜここをダウン棒で弾くのかとかもさ、もういいじゃないやりましょうって言っててもそこでまたディスカッションが始まる。だからそういう意味では結構そうね、いろんな揉め事はありますけれども、そうですね、どうなんだろう。でもあんまりそう私知らないからね、日本のオーケストラのお友達の方とかのお話聞くと、皆さん本当にねお仕事も多いし、でもなんか素晴らしい演奏会されてるから、いつもこう伺ったなんかいいなと思いながら見てます。でも愛子さんはやっぱりこちらでこっちのねオーケストラで働いてよかったって感じですか？それともやっぱりでももう長い間生活してるとやっぱりそういうスタイルとかもこっちの生活になっちゃうし、そうですね。そういう意味ではこっちの方が働いてるのも結構楽っていうか。そうですね。どうなんでしょうね。ちょっとその辺のね想像でしかちょっとわからないんだけれどもね。だけどどこの国というよりもやっぱり今いるところがすごく小さいアンサンブルなんですけれども、それが自分にはすごく合ってるなっていうのはしますね。前もね、そうですね。ちっちゃいアンサンブルで少し室内楽がの延長みたいなところがあって、すごくこう一人一人の人間性であったりとか意味がちょっともっと大きいというかね。そうですよね、人数が。ですね。だからそれをこうまとめるっていうまとめて一つのものを作り上げていくっていうのもすごく面白いっていうのもありますね。ただでもそれはどうなんでしょうね。一緒にやってる人にもよるから、国というよりもね、やっぱり同僚ね、一緒に音楽やってる人がね、それはもうほら一緒に二重奏やっててもさ、何人とかいうよりもこのそうです、それはそうですよね。本当に人間としてね、その音楽が一緒にやっぱり言葉で言えないところのニュアンスをほら合わせてると感じるじゃない？ちょっと生き具合とかね。だからそうですね、そういうことがそれは多分どこの国とか関係ないかなという感じはしますね。でもなんかね、話聞いてると結構もう順風満帆って感じですけど、でもそういう中でも挫折みたいな。挫折ね。挫折とかなんかちょっと失敗みたいなのとかは。失敗はいっぱいありますよね。とにかくほら子供ができてというか、子供が今2人ね、
男の子いる今何歳息子がいるんだけど、上が16歳でね、もう大きくなって、下が10歳。10歳。最近なんかちょっとあれですよね。やっぱりもう親の手が慣れてきたかなという感じだけれども、ちっちゃい時はやっぱりもうそれをなんていうのかな。こう頭を切り替えるのがね、やっぱり本当に大変ですよね。ああ、そっかそっか。ちっちゃい時はね、子供がね。もう毎日何やってるかわからないじゃない？もう赤ちゃんとずっといてね。でそれでもそうね、育休最初のこの時は10ヶ月取ってもうまた仕事を復帰したから、でもご両親もだって日本だし、そうなんですよ。ベルリンっていうかドイツに住んでらっしゃらないから。そうなんですよね。だからもう本当にそう、もう子供をこうなんていうかな、足でこうあやしながら練習したりとかね。あとここにこうね寝かせながら練習したりとかもなんかもうそれはあれですね、戦い手でしたね、今まではね。過ぎてみればあっという間。そう。でもなんかある時子供って大きくなるんだっていうことに気づいて、ずっとこれじゃないよなっていう。それはね、なんかまだ先がね、そうね、ずっとこう。でもなんか私昔思い出したんですけど、なんか保育園が24時間預かってくれる。あったんですよ、プレンツラウにね。そこがすごいなと思って。ベルリンもすごくそういう意味では充実してるけど、24時間は。そうなんですよ、その時はね、泊まりもあって。ね、しかもオーケストラだったら夜がコンサートだったりとかもよくあるし。その当時はね、もう本当に仕事が多くてというかコンサート自体も多くて、遠出が多かったから、もう本当に夜中の3時とかね帰ってくる。今もたまにそんなことあるんだけど、その当時はまた子供がまだ1歳半とかの時に、でもねあれですね、もう私たちしょうがなかったから手探りでそういうところに本当に預けていただいてね、もう本当に面倒を見ていただいてすごく感謝してるんですけど、今になってね息子はねもうあれだったトラウマだとか言うんで。なんかそうなんでしょうね。覚えてるんですか？みたいですね。だからちょっとそれはねちょっと悪かったなっていうのはずっと思いますね。そうなんですよ。まあでもなんかそれもうなんかオーケストラに限らずなんかね働くお母さんからしたらいつもそこが問題というかね。そうなんですよね。もう本当にだから女性がまた働く、またそのなんていうかな一般6時で終わりとかじゃなくてその夜に働く、そうですよね。看護婦さんとかねいろんな職種の方いらっしゃるけど、いやまあ本当に大変ですよ。男の方ももちろん大変だけれども、女の人はほら物理的にさ授乳したりとかいろいろしなきゃいけないし。でも結構ほら日本とかだと結構やめちゃったりとかねやっぱりする人もいるじゃないですか。だからそれがどうね続けてとはいえ続けていける環境がそうね。いやもうでもそれは何でしょうね。整ってるというわけでもないというか、そういうどうにかしたらできるけれども、決してこう整ってるから働いてくださいっていう環境ではないですよね。それは多分どこでもそうだと思う。そうですね。辞める可能性がないからどうにかして、ベビーシッターさんが来てもらってとかね、そういう感じですね。でもそうね、やっぱり芸術に関わってる人とかっていうのはこうもちろんそこの仕事を辞めるっていう可能性はあるけど、そのやってる音楽を辞めるとかさ、芸術を辞めるっていう可能性はないじゃない？ね、もう確かにこれをでそれもなんていうかな、子供のためにそれをするっていうのはやっぱりちょっと良くないと思うんですよね、子供にとってもね。だからそれはもうもちろんね今になってみるともうちょっと小さい時にこうしておけばよかったなとかね、今だったら例えばもう夜の仕事どうなんでしょうね、ちょっとそれはコンサートをキャンセルできないからあれなんだけど、それ育休ごめんなさいなんか育休10ヶ月でもそれ以上取ることもできる。取る方もいらっしゃるんだけれども、それでも別に取ったとて例えばよくあるじゃない、なんか話に聞くとだから結構復帰するのが難しいとかもそうなのね。そういうのは別にあんまりない。いやでもどうなんだろう、私的には
やっぱりあんまり普長く通の休みたくなかった。職務の方でそうね育休、3年取られる方もいらっしゃるけど、やっぱりこの演奏してる上で、ちょっと3年休んでまたっていうのはちょっとね結構ブランクリスクがある。ちょっとそれもあるし、あとあれですね、今思い出したんですけど一番目の子が生まれた時ものすごい泣く子だったのね。もう本当に手のかかる子でとか、ひとときもなんか寝てる時以外もう本当に泣いてる子だったのよね。それで、でも4ヶ月の時になんかちょっとした仕事があってというか、なんかどっかでコンサートしたんだけど、それでその3ヶ月間多分ほとんどもバイオリンにも触れてない時期で、それででも仕事が入っちゃったからちょっと練習しないとと思って、子供ちょっと昼寝させてる時にさーっとなんかバイオリン弾き始めたらすっごい癒されてというか、なんか自分に戻ってきたそうそれはね、なんかやっぱこれ私なんだなって、もう一部ですよね。だからよかった、でもこれがあってと思って。でそれが逆にね、で逆にもう本当に24時間ママやって、例えばもう本当に子育てね、子供にもよるけど大変なこともたくさんあるから、でその時にやっぱりちょっと他の世界がない人の方が大変だと思う。だから何でもいいね、その趣味の世界ね、例えば何かコレクションするでも編み物でも何でもいいけど、何かその自分の世界というか持ってる方がちょっと楽になるかなと思いましたね、その時にね。じゃあ音楽にそれはね、だってやっぱり育児ノイローゼになる人だっているし、そうなんですよ。いや、私もだからどっちかっていうとなるかも。24時間ですもんね、本当に。逃げられないしね。逃げられない。確かに。でちょっと預けたとしてもまたなんかその状況は変わらないけど、でもそれは多分自分の中にいくつかいろんな自分を持ってるのって大事だと思うんですね。だから仕事の自分、もちろん母親の自分、あとこの女性としての自分とか趣味の自分とかさ、やっぱりその切り替える一日のうちにそれが上手にできると、ちょっと楽になる気がしますね。で旦那さんとかもやっぱり同じ、そっか、あまり別でリハーサルとかもできない感じ。いやそうなんですよ、まただからそれがね本当にもうよく言うんだけど、同じオーケストラで音楽家で一緒に働いてるっていうのは、いや本当にスケジュールが結構一緒になっちゃうから。それを私たち知らずにね結婚してしまったんだけどもう知ってた今になったら誰にもおすすめしないね。それは少なくとも違うアンサンブルとかオーケストラだったらまだちょっと私この時仕事だからよろしくねとかできるけれども、常に一緒でしょ。だからでもね、でもそれでもねどうにかねどうにかでもねなるんだなっていうか、やるしかないし、あとでも人によったら4人育ててらっしゃる方も音楽家でいらっしゃるからね。だから本当にもう素晴らしい。だからじゃあ夫婦ででもそこは協力して、そうですね、本当に仕事もねやめてほしいとか別に言われたわけでもないしね。そうですね、そういう人もね多分そういう方もいらっしゃるね。だからそれでも芸術に携わってる方、スポーツの方もそうだし、そういう携わってる方はやっぱりそうで、そこがもう本当にその人の一部になってるから、だからもうそれを一緒にやるしかないし、でも多分ねこうやっとけばよかったなと思う時もあるけれども、でもその時にもうできる精一杯を多分やればいいんだと思う。もう完璧な子育てなんてないしね。本当に子供はね後から言うんですよ。あの時こういなかったとかね。もちろんそれはあるけれども、もうそれはねその時にベストを尽くせばねいいと思ってます。絶対ねあれですよね。働いてたら他の人の助けがなかったらできないから、それをやっぱり任せられるその性格とかね。それもありますね。それもあとでも感謝ね。本当にもうみんなに本当今になってみるともう本当にちょっと子供たちに面倒見てくれた人とかも本当にありがとうございますと思いますね。本当にベビーシッターさんとかね、お隣さんとかでちょっとやって。もうそのちょっとでいいのよね、子育ての時ってさ。
ちょっとだけ今見ててくれるっていう人が必要なんだよね。だからでもそういうなんか社会になればいいなと思うんですよね。昔みたいな、なんか昔ってさ、ちょっとお家とかも鍵とかかかってなくてさ、こうお隣さんとかがさ、あ、ごめんちょっと30分だけいいかしらみたいなね。でそういうのが今ないじゃない。もう絶対できないしね。ね、何かコンクールやったりとかっていう時っていうのはこうなんて言うんでしょうね、こうまあちょっとスポーツに近いのかな、なんかこうライストングっていうか、なんかこうなんか上手になるためにとかさ、なんかまあそのプライスもらおうにしたって人の評価じゃない、それって。でそれをこうなんかずっと当たり前のようにこうやってたんだけど、それはもしかしてちょっと国の違いもあるかもわからないけど、こっちに来てみるともちろんね、そういうドイツももちろんそういうプライスだとかそういう成績もあるけれども、それ以前に、まあ、例えばその教会の音楽であったり、割とこう音楽っていうのがこう食べ物みたいに栄養素、別にこう早く弾けるようになるからやってるわけじゃなくて、結構皆さんの心の栄養になるためにやってるから、どっちかって癒しに近いというのかな。だからそれが一つあって、で子供ができてから余計にそれを感じるようになりましたね。子供もなんでしょうね、ほらなんか楽器を習うとか言うと、うちの母とかが割とそう言うんだけど、なんかどのくらい上手なのとかさ、もうこの曲は弾けるのとか、そういうことどのレベルなのとか、鈴木の何番やってるのとか、もう1年生なのにそんなに弾けてすごいとか、なんかほらすごくちっちゃい天才少女とか出てくると、やっぱりなんか特別にすごいのかしらって、それは素晴らしいけれども、でも本当に音楽やってるのっていうのはもう本当にもういいご飯を食べるみたいなこと。でもそれもまた一回いいのを聞いたらそれで OK じゃなくて、食べ物だってなくなるでしょ。音楽だってさ、形に残らないから、常にこうもう本当にご飯食べるみたいにね、やることなんだよね。でそれでちょっと浄化していくっていうのかな。だからそういう意味での音楽、子供にしても今ちょっと教える仕事も始めたんだけれども、ただこう指を動かして楽譜が読めるじゃなくて、癒しであったり体にいいだったりとか、振動がよかったりとかね、そういう風にちょっと見えるようになってきましたね。そうですね。ともこさんもあるでしょ、やっぱり教えてるとこっちが聞いて、そう教えてて、そうですね。教えてての醍醐味って何と思う。でも本当になんかレベルはすごいいろいろあるけれど、あとやる気とか練習量とかも本当人それぞれだけど、でも何かなんていうのかな、その子にとって精一杯のことを今やってるっていうので、なんか私はすごくその人生の糧になるっていうか、別にそれが悪いことでもないし、例えば練習してないこととかが、でもとにかく音楽やってるっていうことが、すごい贅沢なことだし、将来すごいそれがね癒しになったり、あと友達みたいになったり別にね全員が音楽家になるわけでもないけれど、なんかそういう意味でなんかだから音楽家になるために別に楽器習わせてるわけじゃなくて、その楽器とか音楽とかさ、こう言葉にできないこととか、なんかこう触れないものとか、でもそれでもあるじゃない、とか、あと感じるのがさ、やっぱりその作曲家のなんか作品でちょっと霊っていうかさ、そのガイストみたいなのが少しでもこうその子供たちとかちょっと流れていけばいいなというのがあってね。だからそうね、だからなんかこうなんかこう目的になっちゃってるのがちょっと残念だなと思う時があるよね。なんかあとなんかその音楽だけじゃなくて、例えばその作曲家の人生とか、その背景とか、時代背景とか、それで関わってる文学とか、すごい全部こうつながってるから、歴史とか他の芸術とか、だからそういう意味でのなんか
ざっくり言うと教養じゃないけど、でもそのことがすごい、やっぱりね、自分にとってすごい、そうだね、栄養になっていくっていうことだよね。でやっぱりそれを知ってるとしてないで聞くの、音楽聞くのも全然深みが違うし、そうなのね、本当そうね。そうそう。なんかただ聞くだけじゃなくて、ちょっと区別して聞けるようになるっていうのはすごいね。別に音楽家じゃなくてもそれはできるし。それがなんか特に子供の場合はそう思うね。ものすごい心がさ、まだすごいこう純粋だし柔らかいからね。本当に変な音とか出ると笑ったりとかさ。そうね。なんかすごいそれはなんか学ぶものがありますよね。やっぱり自分がちっちゃい頃とやっぱり今自分が教えて全然やっぱね、カルチャーも違いますよね。そうね、そうなんだけど、でも昔だって厳しかったりとか、特にね、バイオリンとかピアノとか、ピアノの先生とかね、怖いねとかねありましたよね。楽譜投げられるとかありましたね。昭和あるある。昭和のね、昭和の教育法ね。それも大事な時もあるんだけどね。でも今ドイツでそんなことしたらもうすごいアウトでしょ。すごい問題になっちゃうでしょ。なります。まあほらなんかでも私が偏った見方をしてるのかもしれないけど、今ほらなんかほら政治的なことでもほらまあ世界的にね、例えばそういう外国人に対してどうだとかってなんか私は別にベルリンはそこまでいまだに全然それは感じなくて、で私も実はオーストリアに最初留学してて。そうだったんだ。どこに行ってたの？私最初はそのフォア・アルベルクでそこの草津のね音楽祭で草津のね先生習いたい先生がいて、その先生がそこの音楽院で教えてたから。どこの都市？フェルトキルヒっていう、もうそれこそ本当に日本人も全然いなくて、そうなの。ウィーンから離れたってそのそうでも友達はウィーンとかザルツブルクとかにいたからよくね、もちろんウィーンもすごいよく行ってたし、でもやっぱりわかります、なんかちょっと保守的よね。音楽家としてはすごくね夢のある都市だけど特殊ですよね。だからカフェとか入ったらやっぱりアジア人っていうだけでそうなのね、全員こっちそういう時代だったけど、今はどうなんだろうね。今どうなんだろう。私でも2000年かな。わかる。だったんだけど、でもね今4年ぐらい前かな、ちょっとウィーンに遊びに行ったらなんかものすごい人たちだからそれもだから自分が変わってんだよね。わかります。それもわかります。だからその当時、もう私ドイツ語もできない10代の時に来てさ、もう多分なんかそうだったからそういうふうに見えてたけど、今こうちょっと言葉もできるようになってね。確かに。ちょっと人生私なんかこう頭でっかちになってて、ごめんなさい話したになっちゃって、なんかこっちの人はなんか絶対謝らないからとか、だからなんかこうやっぱ若かったし、絶対何かあってもそう謝らないって思ってたけど、なんかフォルカーとかにあったらめちゃめちゃ謝ってた。そうだよね。私以上にすごい謝ってて、全然その価値がないじゃんっていうぐらい。あれ何なんだろうね。私もね来る前に言われたの、特にドイツ来る前に、もうドイツ人絶対謝ったら負けだからね。だから事故とかでも絶対謝ったらお金払わなきゃいけないから、なんか絶対謝らないと思ってたけど、そんなことない。全然。だから自分がこうやってるから。そうなんだけど、もうでもね、私もある時からね、音楽もそうだけど、なんか自分がやることとにかくなんか例えば自分がその住んでる町のためにとか人が少しでもちょっと幸せになってくれたらいいなとか、なんかそういう気分で、もう自分がどうだっていうよりはもう本当に人のためにっていうか、他の人のためにっていう、言わないけどなんかそういう気持ちで生きてると周りもね変わってくるでしょ。なんかだからね、だからそんなトルカさんみたいなドイツ人もいらっしゃるからね、もうすごく丁寧なんだよ。そんなこと言うとよくないから、すごいねそうだし、なんかほらドイツ人のイメージとかいろいろあるけど、私本当に全然本当にそんな風に思ったことがなくて、みんなすごい優しいし、すごい日本よりもなんかこうちょっと困ってるとすごい話しかけてくれたり、助かるよねと、スーツケース持っててそうとか。でも特にベルリンはなんか首都といえどもすごくそういう人間的なところがまだまだ残ってるし、
あるかもしれないね。そうだからあんまり自分が日本人だっていうのを、そうねまあ忘れることはないけど、でもなんかあんまり感じないよね。そう感じないし、向こうも気にしないっていうか、でも多分ね、見かけもね、ドイツ人みたいになってるのかもしれない。私もしかしたらなんていうか、よく道聞かれるけど、なんか多分そうね。スリとかにも会ったことないから多分住んでる人って思われてるんだなっていう。馴染んできてるっていうのもあるかもしれないけど。そうね。そう州によっても違うし、東西によっても違うし。東にしてね、東当時初めて来てね、なんか全然知らなかったことをこう一つ出て聞くんだけど、それこそ文献とかにはあんま載ってないから、その人がでも本当はこうだよって、だからちょっと私東寄りになっちゃってるんだよね、今いるところが東の人たちばっかりだから。影響を受けますよね。でも東の人たちはやっぱり勉強学校システムがものすごく良かったっていう、これはもう皆さん言われるんだけど、あとあれでしょ、芸術に対するそうですよね。100%、で東ドイツの時って芸術家、音楽家、芸術家、職業に就く確率 100% なのよ。ただそれまでに選びに行くのよね。どの人が音楽とかどっちの単線とかさ、もちろんそこまでに選ばれるスポーツの人とかも、でも一回そのスタディウムしちゃうともう 100% その保証されてるんだよね。その当時はね。ただ今は一緒になっちゃったでしょ。だからそれで随分変わってきてるっていう、言われるけどね。確かに伝統的なのありますよね。私ごめんなさい、話が戻っちゃうんだけど、オーケストラでドイツっていまだになんかカーテンとかして、それもあるね。第一次予選の時ね。でも全部じゃないよ。特定の時だけとか、例えばすごく人が多いとかね。とか大体大きいオーケストラ。だからそのは人種とかで見ないで、それもあるね。あとやっぱり女性見た目で決めないように、音だけで決めるっていうか。そうよね。そう舞台ドイツだけでも別に他もありますよね。日本もあるかもしれないよ、場合によってはね。一番はあるよね、男か女かわからないようにするっていうのもあるし、よくこれはちょっと流さないがいいかわからないけどよく言われるのがさ、オーディションとかでとにかく女性であんまり綺麗だと、綺麗というか女性だと、ほらすぐ子供ができて育休になって多分休んじゃうからとかいうこともあるのね。そんな、でも、それはいろいろあるよね、オーディションだからねとか、もちろん人種のこともあるだろうしね。だからそれで平等に聞くためにカーテン越しっていうのはある。でも女性としてそういうなんか私これはなんていうの、自分が女性だからこうなんだって思ったことあります？こっちで。女性だからあんまりないかな。そのいい意味でも悪い意味でも。あんまりないけど特にね話し合いの時にたまに話し合いの時に。でもそれは女性だからとかじゃなくて、多分男性から見たらほら考え方がちょっと違うから、その点で女性だから、でもそれが別にマイナスでっていうことはあんまりないね。じゃあ別にそのなんていうの、性別でなんかこう働きにくさとか、そういうのは別に感じたことはあんまりないです。でもそれは多分ね、一つ言えるのは今東ドイツじゃない？でそれも結構ね、その歴史的な背景もあるんだけど、昔やっぱ東だった時っていうのは結構女性のフュールングポジション多かったんだよね。西よりも。で東ドイツの人たちはみんな女性もすぐにまたそうですよねっていうだからね、ベルリンもちょっとその影響でなんかね、保育園とかも安くね、ほぼ無料で行けるし、でも西側の例えばねバイエルンとかそこら辺とか高かったり、やっぱり専業主婦っていうのがあるしというかね、そういうなんかこういうパッとしたきっかけ、なんかこの瞬間っていうのはなかったんですか？その私は音楽でなんかもう一生やってくわみたいな。それは別にない。演奏会に行って思ったとかその感じだよね。一緒です私も。誰聞いた？ベタなんですけど、アンドラーシュシフとか、そうなの。とかあとかウラディアシュケナージとか。聞いた。そう日本で。です感動した。私もでも似てる。私も本当ですか？パールマン聞いてちっちゃい時に。でももうこれだ。親御さんが聞かせようと思って
連れてって。私は違った。違う私はもっと自分で行くようになった年代、そうなんだね。18とか9とか。でもその時に聞いて、なんかこうアシュケナージがなんかマスタークラスでなんかこう一音パンって弾いた時に、そこにいた会場の人たちがもうわーみたいな。何なんだろうね。ね、一音なんですよ。そういうことあるのよ。音楽やってるとさ、もうなんかもう本当に泣くぐらい。だからね、別にね、早く弾けるとかさ、それも素晴らしい人いるけど、一音なんだよね。とかね、私東宝の時にさ、高校の時にオーケストラの授業でさ、結構難しい曲弾いてて、でも指揮者の若手の指揮者がやってたんだけど、なんかすっごいつまんなかったのね。そして急に小澤征爾先生が入ってきただけのことがみんな変わったの。入ってきただけでみんながそれこそわーってなって、別に小澤征爾さんだからじゃなくて、何なんだろうね。なんかその人が持ってるなんかもうスペースですよね。効果ね。もうでも入った瞬間、誰だったかな、ピアニストで、ホロビッツかな、もうコンサート前はピアノの練習じゃなくて入ってくる練習。そうなの？だから最初の曲のそのテンポ感であったり、その雰囲気とかでやっぱりこう歩く速さとか練習してるっていうのがだからそういうのだよね。なんかそういう瞬間。でもそれまで多分ね、経験とか人格とか、それがやっぱりね、テクニックとかもね、もちろん全てがね、やっぱこう目に見えないものをやっぱりこう勉強してるっていうか、そうなんだよね。だからそこはなんか霊的なでもね、インスピレーションじゃないけど。でも私基本的に音楽家ってそういう仕事だと思ってるのよ。そのやっぱ霊を下ろして霊媒師みたいな感じで、そうどっちかって言ったらね。だから本人いた子？そうどっちかっていうとそういう仕事をしてる。そういう時ありますでも。ある。だからわかります。演奏家って実はそんなに大事じゃなくて、演奏家が弾いててその人が見えなくなった時が素晴らしい演奏家だと思うね。わかります。でもほら、若手の人とかってさ、いや若手の人って言ったらいけないね。だけどほら、例えばよ、アイドルでもなんだけど、なんとかさんキャーっていうのも素晴らしいけど、それをもうちょっと上に行くと、もうその人の存在がわっとこう消えた時に、そうだからですね。だからわかります。その音楽だけがこう存在してるその瞬間がある時に、なんかもう本当に時間も忘れて、そうなのね。どこにいるかも忘れてっていう時が昔のさ、何百年のさ、その霊とその今の時空がつながった瞬間だと思うんだよね。でもそうです。でもね、それ降りてきたとかいう表現とかね。でもね、音楽にでも前の先生でいたクリストファー・ポッペンさん、ベルリンのね教授だった人が弾く前ね、舞台でこう降りてきてから引き出しなさいって言われてたのに。下ろしてから弾きなさい。言ってました。私はその先生の生徒では正確に言うと違ったんだけど、でもみんなでも弾き始めないところですか？すごい。いやだからやっぱりなんかこうそうね、なんかこうちょっと別の世界とあれよね、キャッチするっていうことだよね、きっとね。ちょっとその時間というかね、ありますよね。更新する。そう更新する。そうなのね。でもやっぱり弾き始めるとそういう感じになりますか？それとも毎回じゃないですよね。そうね。それはまた曲にもよるね。例えばもうバッハ弾く時とかはさ、もうそれはやっぱりもう本当にバッハさんとか一番つながりやすいよね、バッハとモーツァルト。あとは誰がつながり、だから私ほら仕事柄さ、ほらウンターハルトングスミュージックをいっぱいやんなきゃいけないっていうか、ね、オペレッタとかもう楽しいんだけどね。楽しいんだけど。エンターテインメントですか？そうエンターテインメントも。いやでもね、ここちょっと流してもらいたくないんだけど、ほら音楽とか写真とか料理とかさ、なんかやってますとか言うとさ、好きなことできていいですねとかって言われるんだけど、でも実際仕事って好きなことできるのって 5% ぐらいなのね。あとは私だったらね、音楽あるじゃない。で本当は一番もうバッハ、モーツァルト、ブラームスだけを本当は弾いていきたいんだけど、実際問題も50-60%、例えばヨハン・シュトラウスはまだいいんだけど、あれだろう、ミュージカルのさ、なんかもうなんか何これみたいなのとか、もう変な音楽とかさ、変な音楽っていうか、すごい軽いやつ、ポップスみたいな。で
大体そういう仕事もでもねやらなきゃいけないんだよね。でもその時に若い時は私もだからとか指揮者が来てさもうなんか全然もうダメだみたいな人もいてその人の言うこと聞かなきゃいけないからさもうそれはだから若い時はまだほら生意気だったからさ、もうなんかこんなのやってられるかと思ってたけどわかります。それも経験年取ってくると、もう人のため、それが求めてるんだったこられもでもていう聴衆の人は喜ぶんだなっていう、そうそうだからでも今後ね仕事される時にそういう場面絶対あると思うのよ。なんかこのだってもうなんか日本寿司みたいなね。寿司じゃん。そうねとかそうね日本寿司だけじゃない。そうねそんなのもあるしあともうなんかオーケストラでさずっとナッシュラーグだけ売っちゃって3時間ぐらいでこのためにさチャイコフスキーとかやってコンチェルト勉強したわけじゃないって思う場面いっぱい来ると思うんだよね。今までこんなに頑張ってやってきたのになんだこれみたいな。でもねまあどうそんなまあね、まあでもそう仕事とやっぱりそこはそうね。だから学生時代はまあ今思えば本当になんか贅沢な時間っていうかね。そうね、そう今思うともうそれ好きなことばっかりできるわけだからね。そうあんまりでもそこはあんまりプレゼンスしなかったっていうか、そこまで考えてなかったからね、そういうそうなの。あとあれをしたらわかりますよね。そう仕事し始めるとさ、あと別になんかそんなによくもないのにすごくいい評価得る人とかさ、なんかねそんなこともあるしね。だけど忘れないコンサートとかありますか？何コンサート？自分が例えば弾いてる時と忘れられないコンサート。忘れられないコンサート。まあでも聞く時でもいいけど。まあいくつかあるね。今ちょっとパッと忘れられないコンサート。あと一番やっぱ思うのはもうどんな曲弾いててもやっぱこう聴衆の人とかがこう泣いてたりするとね、やっぱり来るね。ともうね、その時にすごく神聖な気持ちになるね。すごいこうあとは聞いててそうね。まあ巨匠ね、それこそさっきのアシュケナーズさんじゃないけど、何人かの巨匠の人たちはなんかそういうのあるね、オーケストラとかでもね。そうね。本当でもね、聞く時の自分の状態もあるよね。あと何を聞くかとかにもよるしね。あと私やっぱりすごく一番その時は感動したのはさ、ウィーンでね、コンサートフェラインの時に、最初なんかウィーンフィルのもう定期なんかもうみんな大体学生さん立ち見席とかで行くわけよね。でチャイコフスキーかなんかの5番かなんかしました。まあいいな、まあいいんじゃないみたいな、まあ上手だよねみたいな。でその次の週になんかね、ロシアのね、どこだったかな、ペテルスブルクかな、サンクトペータースブルクなのかな、なんか、まあそういうロシアのが来て弾いてたのよ。でも、それはなんか、本当にさ、多分楽器とかもさ、なんか、多分ちょっとボロいというか、まあ、後ろの人とかもさ、なんか、おじいさんとかもいて、なんかすごいこう、あんまり揃ってる感じじゃなかったんだけど、もうなんかね、ザラザラした音がしたの。なんていうかな、なんか、ロシアのさなんかこうすごくこうロシアのその寒さだとかそのなんか苦悩とかがすごい伝わってきてで別にそれが上手だとかそういう意味で言ったら別にあんまり揃ってはないんだけどでまたなんか弾き方とかがさすごいこうもうその貧しさから来るって言ったら分かんないけどそれをこう背負ってやってるのよ。私もすごいそれに感動してっていうかそれから考えるとウィーンフィルって上手で綺麗にまとまってるんだけどなんかこうガラスをこう隔てて綺麗なもの綺麗だよねっていうチャイコフスキー。でもそのロシアのなんかチャイコフスキーで来た時に人間味というかチャイコフスキーってこういう音楽なんだなって綺麗綺麗って思ってたけど実はもっとなんか土臭いというかね。でもなんかそういう感動ってなんか若くないとできないとか今もう行かないからさあまりコンサートで仕事し始めるとねもうベルリンなんてねもういろねもうオペラも3つ行くたまに行かないです。行かないよね。もうベルリンフィルム行かないです。たまに本当に。そうねまたなんかちょっと行かないとって行きたいなとは思うんだけどそうね、日常に追われてなかなかいけない。じゃあなんかちょっと最後にまあ一応このインタビューのねそうですね元となったその若い世代まあ特に日本人の女性の今から来たいと思ってる方とか新しいことを始めたいとなんかバイオリン大好きだけどそうだねどうしていいのかわからないというかこのままやってっていいのかっていう人
人たちに何かアドバイスできることがあれば。そうね。いろんな状況の人がいるしね、いろんな多分目指してるものもね、バイオリンやってるいろんな方向の方がやっぱりいらっしゃるからね、一つにまとめてっていうのはちょっと難しいとは思うんだけど、やっぱりあれですよね。瞬間瞬間今これやりたいと思うのにとにかく集中して、あまり打算的にならず、なんていうの、こっち行った方が得だよなとか、こっち行くときっとお金がいいなとか、もうそれは絶対そんな風にならないから、だからそうね、自分の正直な気持ちというか、そうだね、やりたいことに、でもまずそこ見つけるの大変よね。そうなんですよね。本当は自分何やりたいのか、バイオリンとかピアノ、音楽あるだけそれがもう幸せですよね。そうだね、そうだね。だからでもちょっとそれは自分の中をよく見て、あとやっぱりあれよね、出会う先生であったりだとか、そういう刺激をね、どこに受けに行くか。ただ日本でも本当にもういろんな、私もうちの姉も音楽家だし、旦那さんも音楽家だから、本当素晴らしい音楽家もたくさんいらっしゃるし、先生方も本当に素晴らしい、もういっぱいいらっしゃるから、別にもう出た方がいいとは絶対思ってないしね、もう本当にそれはもういろんなところでそれぞれがやればいいと思うんだけど、ただ新しい見方をちょっとしたくなったりとか、ちょっと今ずっとこの面だけでしか見えてないっていう時はちょっとでも出ると、それこそ夏期講習であったりだとかね、1ヶ月出るとかね、ただパッと来てみることができるとしたら、それはちょっとそういう気持ちがあったらぜひやっていただきたいと思う。それが可能である限りね。あとはね、どうにかなると思います。じゃあ今日はお忙しい中ありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。